24、関係とは何か。人間が心的に持つ関係は自分自身との関係、自分と他者との関係、自分と世界、関係との関係というように類別することができる。自分と世界、関係との関係という場合、世界は事物で象徴されて現れると言ってよい。このような諸関係が質的な違いとして現れるのは言うまでもなく、関係について自覚的になったときか、自覚を強いられたときである。すでに人間にとって原初の共同体が成立したときに、この関係の渦中にあったから、格別に新しい関係ができるのではない。ただ何に対してどう関係するかについて特別に自覚された関係に入り込むときに、関係はちぐはぐさとなって現れると言ってよい。逆にちぐはぐさの体験がそれに対応する関係に自覚を強いるものだと言ってもよい。では人間が関係の様式として現れるとき、この関係の相対を司るものは何であろうか。この場合、人間を個体として考える限り、真に対する関係であると言ってよい。そして現実の諸関係は大なり小なり身体に対してちぐはぐさとして現れる。このちぐはぐさはまず自己が自己に対して抱いているちぐはぐさ。言い換えれば関係の自覚そのものとの関わりとなって始められる。もし、夫が優しい言葉に添えて、生活費を渡してくれたなら、きっと嬉しい顔をすることができただろうにと思った。健三はまた、もし細君が嬉しそうにそれを受け取ってくれたら優しい言葉もかけられたろうにと考えた。それでも物質的な要求に応ずべく工面されたこの金は、二人の間に存在する精神上の要求を満たす方便としてはむしろ失敗に帰してしまった。夏目漱石、道草。こういう一対の男女の間の関係として生じているちぐはぐさは、一人の他者に向かって伸びていく関係のちぐはぐさである。このちぐはぐさを根源から投与しているのは、当事者としての一対の男女のいずれ一方でもなければ双方でもないのである。その意味ではこのちぐはぐさには特殊さはない。どんな一対の男女の間にも存在すると言ってよい。ただこのちぐはぐさを鋭敏に取り出すか、習慣のように流してしまうかという相違が個々の場合に介在しているに過ぎない。ではなぜあるものは漱石のように鋭敏に取り出し、あるものは習慣のように押し流して過ぎていくのだろうか。それは多分漱石のような場合、自己が自己に対してちぐはぐさを意識し、自己が自己に対して自由にならないある本質に突き当たっているからである。この自由にならない本質は世界、関係に由来するものか、資質に由来するものかによって境界が引かれる。多分この境界が不文明であるとき、一論妄想形成にまで走ると考えられる。この問題は容易に自己の自己に対する関係づけの全崩壊にまで引き伸ばすことができる。自己の自己に対する関係づけは身体境界、ボデーラインを超えたとき、崩壊に向かう。自己の意思や感覚や心情が生み出す心的あるいは現実的な行動が、自己にとって距離の感覚を失ってしまえば、この崩壊は始まるのである。漱石の描いている一対の男女の間のちぐはぐさは、自己の自己に対する関係のちぐはぐさに鋭敏になるだけで少しも異常ではないが、このちぐはぐさは敏感性という範囲をいつでも超えることができる。この場合に私たちの理解を困難にさせているのは、この自己の自己に対する関係づけの崩壊が、単に知覚的にだけではなく、言い換えれば自己とその外部にある他者との間からだけではなく、発症していることである。真意の障害からも概念構成の障害からもこの種の崩壊は始まる。そして知覚的と真意的と概念的とは区別することができず、しかも相対として世界、関係に対して反応性であるために、外的条件の変動によってそれに反応するように可変性を持つということである。そこから多くの混乱とこの混乱を整理しようとする試みとが行われてきている。クレッチメルの敏感関係妄想は次のように述べている。敏感関係妄想及びこれと類似の変質性諸反応の生物学的基礎に関しては、私は依然として次の書点を絶えそう重要と考え、この面での最も本質的な因果成分と見る。1、しばしば指摘される生体質の何らかの弱点。これは身体的な思春期障害、月経障害などとなって現れることもあり、また本能の不確実さとして、性倫理上の葛藤を処理する性格学的不能を形成する本質的な原因の一つとなっている。フロイド・ブロイラー、ケーラー、ランゲその他はパラノイア問題に対して同様の見解を抱いている。
2、一層重症例では、パラノイア患者の中にかなりの分裂性ないし、分裂病性素質または他の内因性素質が付随しているように思われる。その素質は多くの場合、強度に発現している。エコノモ、ホフマン、ケーラー、その他。その素質は、たとえそれがパラノイア患者自身においても、またその親族の多くにおいても、内因性家庭疾患を引き起こすことが全くないとしても、その人格構造の一部を形作っているのである。3、多くの変質性反応を引き起こす重要な補助原因となり得るものはさらに、中枢神経系の抵抗力を落とす一切の動因である。私はそのことを2、3の例で脳外傷と強度の疲労について明らかにした。このような生物学的動因は皆変質性反応の成立にとって重要なものであるが、しかしそれらの動因は変質性反応に得意なものではない。すなわちそれらはまた全別種の精神病や神経症の素因にもなっているのである。しかしこのような非特異的な生物学的要因全体から、まさにパラノイア患者を作り出すものに、特殊な心理学的状況、すなわち一定の性格と一定の環境作用及び体験作用との出会いである。クレッチメル、敏感関係妄想。この優れただが古典的な反応性の心的な世界のモデルには、より合わされて末端を区別できなくなっている心の筋肉のような像が感じられる。そして筋肉のどの部分が反応性になるかによってそれぞれ別種の平等に分かれるという図式が対応している。しかしこの心的世界の疾病像がなぜ私たちに古典性を感じさせるのだろうか。ある反応性の心的病態が非特異的であって、それぞれ別種の精神病あるいは精神異常に共通であり得るとすれば、この共通性を排除した上で、それぞれの疾病像に特異的な要素だけを取り出し得るはずである。そうでなければ、この心的な世界の像のどこかに混乱と図式的に過ぎる点がなければならないはずである。ここで第一に問題になるのは、このような病像は知覚作用に関係があるのかどうか、そして対象への知覚作用は対象自体を変貌させるものであるのか、あるいは対象の受け入れは正常であるにもかかわらず、その了解に異常があるのかということである。第二の問題は、知覚の関与なしに起こる関係づけの異常、あるいは病態はあり得るのかどうかということである。クレッチメルの記述からこの点を確かめることはできないように思われる。このことはあらゆる関係づけの障害の核に、自己の自己に対する関係づけ障害があるのかどうか、あるいは単に自他の間の関係づけの障害が、空間識地の障害が自己意識に侵入してくるものかをはっきりさせるためにも必要である。シュナイダーの古典的な著作では、ことさらに敏感性関係妄想という概念を作らないために、広くこの種の心的な平像を妄想知覚と妄想着想という概念に区分している。妄想知覚と呼ばれるのはヤスパースやグルーレが言っているように、実際の知覚に合成的、合理的または感情的、情緒的に了解可能な原因なしに、異常な意味、多くは自分と関係のあるようなが与えられる場合を言う。この意味付けは特殊な性質を持っている。すなわちそれらはほとんど常に重要な迫力を持った多少個人的な意味を帯びたものである。例えば何かの合図とか別世界からの福音とかいうようなものである。それはツカの患者の表現を借りると知覚の中から一段高い現実性がものを言っているかのようである。妄想知覚は知覚されたものの変化ではなくその意味の変化であるから、知覚の障害ではなく思考の障害の中に入る。妄想知覚は全く例外なしに我々が臨床上分裂病と呼ぶものの兆候であるとは言えないにしても、常に分裂性の症状である。クルト・シュナイダー、臨床精神病理学。ここで述べられているのは対象の事物との間から発症するとは言っても、知覚的な受け入れに障害があるのではなくて、その了解の仕方に障害があるという意味で、時間性についての障害であると言ってよい。対象の事物または事柄が感覚に到達したとき、変形されているわけではなくて、対象の事物または事柄の全体やある部分だけが強く意味付けられ、全体または別のある部分は漠然とあるいは弱い意味付けを与えられるという場合を妄想知覚と呼んでいる。それゆえ、ここでいう妄想知覚は実際に知覚が介入しなくても、対称性に発症していれば全て含まれると考えられて良いことになる。これに対して妄想着想という概念は、妄想知覚よりも唐突な、しかも掲示性のない思いつきからやってくるものとされている。けれど、両者の区別はあまり明瞭になっていない。妄想着想というのは自分が宗教上または政治上の使命を持っているとか、特別の能力があるとか、追跡されているとか、愛されているとかいうような思いつきを言うのである。クルト・シュナイダー、臨床精神病理学。
この場合に対象となる事物、事柄との間で妄想が発症するかどうかは、どちらでも良いことだ、と考えられている。むしろ自己の自己に対する関係づけのところで空間敷地が失われているために、自己が自己をどう了解するかが恣意的なものとなる。そこで偶然な、または必然的な反応を刺激する条件があれば、すべての意味内容は、この恣意的なものの中に溶かし込まれることになる。シュナイダーが記述している妄想知覚、妄想着想という概念は、知覚という言葉が入り込んでいても、知覚はいつも妄想形成の前にすでにあるか、または妄想の後から関わってくるかのいずれかであって、妄想と知覚とかちょうど共時的に対応することはない。そこでこの種の妄想は本来的には自己の自己に対する関係づけの障害の中に根源があると考えられる。25、関係として見られた自己、他者、世界。個体の心的な関係づけが変異を起こし、妄想形成にまで至ることはしばしばあり得る。しかし多くは異変の原因となって現実の条件が消えるか、あるいは緩くなれば妄想への進行も消えるか、あるいは緩くなってしまう。けれどある個体にとってこの異変が一過的ではなくて、快適な条件がなくなっても、この妄想が失われないことがあり得る。その場合には妄想形成を一つの症状とする精神病に転化する。だから関係妄想はそれ自体では病気や異常の状態を指す故障ではなく、心的な関係づけの異変の状態を指すものであるが、一旦この状態が永続化されれば、疾病の症状の一単位に転化されると考えることにしよう。例えば A なる男が B なる女性に恋情を抱いていた。恋情を抱く者の特性として A は B なる女性へ注意を集中させ、また四六時中この注意を解かなかった。その挙句 A にとっては B なる女性の一挙手一投足がことごとく自分に対する恋情の程度を測る挙動として意味付けられるまでになった。この状態は恋愛状態にある場合に、誰もが大なり小なりやっている心的な方向づけて別に異常ではない。ところで A はこの状態に長く耐えることができず、B なる女性の挙動に対して深読みを始めた。するとなぜか B の挙動がことごとく自分に対する恋情の漂白として意味付けられるようになった。つまり B なる女性の挙動は A の願望によって殉職されるに至った。それにもかかわらず B なる女性は実際にはどんな具体的な印を、証を見せることもしなかった。A はとうとう B の挙動を願望によって殉職するのに耐えられず、B を自分の内部に移し替えて、恣意的な自由な願望に登って、内なる B を操るようになった。ここまで来れば A にとって妄想形成の道が開かれたことになる。ところでこのような妄想形成の契機が一人の他者に限定されずに、世界、寛解の理解や意味付けの仕方として現れることがあり得る。この場合には主観のうちに性格的に妄想形成の素因があらかじめ存在していて、それが世界、寛解の部分を妄想によって選び取り、意味付けるものだと考えられやすい。言い換えれば形成された妄想の意味の方向に沿って世界が配列されると考えられやすい。長女の筆子が火鉢の向こう側に座っておりますと、どうしたのか火鉢の平べったい縁の上に五輪線が一つ乗せてありました。別にこれを筆子が持ってきたのでもない。またそれを持て遊んでいたのでもありません。ふとそれを見ますと、こいつ嫌な真似をするとか何とか言うかと思うと、いきなりピシャリと打ったものです。何が何やらさっぱりわかりません。筆子はなく、私も一向様子がわからないからだんだん尋ねてみますと、ロンドンにいた時の話、ある日街を散歩していると、小じきが哀れっぽく金をねだるので、銅貨を一枚出して手渡してやりましたそうです。すると帰ってきて便所に入ると、これ見よがしにそれと同じ銅貨が一枚便所の窓に乗っているというではありませんか。姑息な真似をする。常々下宿のおかみさんは自分の後をつけて、探偵のようなことをしていると思ったら、やっぱり推定通り自分の行動は最大漏らさず見ていたのだ。しかもそのお手柄を見せびらかしでもするように、これ見よがしに自分の目につくところに乗っけておくとは、なんという嫌なばあさんだ。実に怪しからんやつだと、憤慨したことがあったのだそうですが、それと同じような鈍化が、同じくこれ見よがしに火鉢の縁に乗っけてある。いかにも人を馬鹿にした怪しからん子供だと思って一本参ったのだというのですから変な話です。夏目京子、漱石の思い出。確かに変な話には違いない。どこが変なのか。小じきに施した銅貨と下宿の便所の窓に乗っていた銅貨と、記帳して我が家の火鉢の縁に乗っていた銅貨とは何の関係もないのに、不可避的にこの三つの銅貨の場面を強く関係づけているところが変なのだ。では、この関係づけを書籍に敷いているのは何か。
自分を絶えず監視し追跡していると漱石が信じている下宿のおかみさんと娘筆子の同一視である。ただ一つの現実的行為である同化を施した古事記は、ここでは単に媒介にしかなっていない。では漱石にこういう突飛な同一視を強いたのは何か。他者への視線を不可能にするほど持続して内省的な漱石の孤独である。他者への視線なしに自己に対する自己の関係づけは成り立たないとすれば、意味は内部に移されて存在しているように見えても、ただ流動液のようにつかみどころは見つからない。このような孤独は時空を超出しているから、ロンドンの下宿の女将と、帰郷後の我が家の火鉢の前に座った娘筆子と、時間的にも場所的にも区別する根拠はなくなっている。ただ同じ心的な色合いで登場すれば同一視される。漱石はこの時追跡妄想、被害妄想、関係妄想の世界に踏み込んでいると言うべきかもしれないが、どうもこれを病態とみなすことはできないように思われる。漱石の孤独は絶対的とも言うべき性質を帯びている。そうだとすれば、ロンドンの下宿も帰郷後の落ち着き先も世界、感慨としては、本質的に同じ状態にあるものとみなされたのは当然である。その状態の色合いは漱石の絶対的という形容のついた孤独に対応している。一枚の同化も下宿のおかみさんも娘筆子もそう言ってよければ、この世界、感慨のただの象徴であって、具体的に一気存在し動き生活しているところで、漱石と現実の関係を持った同化や宿主や娘ではない。彼を取り巻く世界の象徴なのだ。だから、実際に漱石が古事記に同化を与えたという疑えない事実だけが、かえって後継に引いてしまっている。ここで、ある世界、感慨との関係をも、ちぐはぐさとして考えれば、このちぐはぐさは、自己完結的であるために生じている世界、感慨の喪失であり、自己と他者との間にあるちぐはぐさとは、はっきり違っている。そして自己完結的なちぐはぐさでは、自己に対する自己の関係づけの意識は、常に自己同一性の意識に着せられる。そしてこの自己同一性という関係は世界、感慨に対して敏感な反応性を持っていると考えることができる。漱石はこの場合自己の身体との自覚的な関係づけを喪失している。自己にとって最も根源的な関係である自己の身体への関心を失っていることが、世界、感慨を象徴化してしまった理由であると言ってよい。26、身体に表出される関係。妄想形成の方向が自己完結的であっても、また対象となる事物、事柄との間に発症しながらも、対象を内部に繰り込むために、大なり小なり内省的な形成であっても、その世界は一応すべての現実的なものと独立して扱い、考察することができる。そしてこの根源に自己に対する関係づけの障害を想定するとしても、自己の身体はあたかも存在していないかのように見なされている。このことは多分妄想形成の初めの動因が知覚作用に本質的には関わりないことと内的に関連している。妄想形成の初めに知覚作用が登場すると、身体もまた心象として、あるいは肉体として登場してくるように見える。この場合には自己に対する関係づけの障害は、自己の身体に対する関係づけの障害として現れるものとみなされる。そしてこの場合の障害は身体の心象における何らかの異常や、身体そのものに表出された生理的な異常として現れる。このような例を手元の著書から恣意的に抽出してみる。例1、右頬骨にフルンケルができ、切開した。その半年後からそこに苦しみが集まって耐えられなくなり、フルンケルの後のためにそうなるのだと思った。その苦しみは痛みでも痒みでもなく、そう表現するほかないという、その苦しさは耐えられないほどで、横になると少しは楽になる。苦しみは持続しており、その性質は今も変わりない。患者は医師を見ると苦しみをしきりと訴えるが、一方的な訴え方で、割とさっぱりしている。苦痛を感じている表情や様子はほとんど見られない。しかし、時々発作的に痛い、殺してくれとに転げ回るような大げさな演技的な振る舞いを示すことがあった。幻覚の基礎と印象。例2、患者は50歳以上の女性が大部分で、皮膚を小動物が這い、走るという現象で始まることが多い。この現象について患者は妄想的確信を持つに至る。患者は完全に意識明瞭であり、以前に内因性精神病、外因性精神病は認められない。経過は慢性で、事前治癒はほとんど認められず、重篤な精神疾患へ移行することも少ない。例3、舌の周りにや舌の先に赤い斑点ができ、ついで白斑となり、猛烈に痛み、異物感がする。例4、上右門歯の神経がぐるぐる動いて、右側の歯全体が痛む。空港内に
空気がいっぱい入ってきて、またそれが出ていく。その度に、あはは、いひひなどの声が意に反して出るので困る。口頭と唇が自分の意思に反して動かなくなる。それなのに歌が自然に出てくる。そのうちに唇が自然に開き、ああああという声が出てくる。頭の中の動きは血管が動いているように思うのですが、このモールの模型のような形で動いている。この模型のような形のものが脳内に3箇所あり、脳の中心にあるそれが動き始めると、その動きが右と左のそれに伝わり、一緒に動き始める。そうなるともう頭全体が動いているのと同じで、気持ちが悪くて仕事も手につかなくなってしまう。背中の真ん中を直径3ミリの円形状に手でなぜられているような着物が張り付いているような感じがする。私の顔の骸骨の下にはもう一つの人相があるように思う。その層はいつでも非常に歪んで醜い層をしているが、普段はその層が表面に出ることはない。ところが時にその下にある層の影響が意思に反して外の顔にまで実際に歪んでしまうことがある。この顔の下の層の影響力が強く、もう一人の自分自身を冷静に見ているという感じがする。例5、他人に会うのが嫌で、一時、田舎に引きこもったことがある。その頃から大脳の表面がギスギス痛み出した。ある時、開業医から痛み止めの薬をもらっては、それ以来大脳の表面が硬直してしまったように感じる。大脳の表面は社会関係や自分の身体の感覚を感じる場所なのに、ここが硬直してしまったので、他人の言っている言葉の意味がはっきり理解できず、その上自分が何を言わんとしているかも気づかない。この硬くなった部分から脳内部の気体が漏れるような感じる時もあるし、反対に漏れない時はガブガブ頭の中に溜まった感じがして重苦しい。例6、前に本を読んで自分の病気は視線恐怖症ではないかと思う。ひどい時には眼球が硬直し動かなくなり、人相がひどく悪くなる。頭も何か締め付けられているように感じる。こういう時は変な目で相手を見ているのではないか、相手に悪い印象を与えはしまいか、と思い、ハラハラして目を伏せてしまう。逆に相手が目を背ける時もあり、また変な人相だと言っているように思うこともあり、変に解釈してしまう。例7、何か自分のセックスに関係したことが起こったような感じです。私が横になっていたとき、なんだか子宮や卵管が動いたんです。誰かに成功させられたような感じがしたんです。精神が全部肉体になってしまっていて、動きが取れなくなっている感じです。例8、3月のある日、内臓が破裂したように感じました。腹膜炎の農葉が破裂したと思いました。心臓も右側に移ってしまって肺が膨らんだような気がしました。脳膜がだんだん溶けてくるような感じがします。頭の骨が柔らかくなった感じです。頭で時々バチバチと音がして前を向くと前頭部が重くなります。寝ると後頭部が重くなります。頭が表面から中の方へズクズクと入っていくような感じがします。背中は頭のあたりが変です。脳脊髄に何かあるんじゃないかと思います。これらの例は任意にアレンジしたものだが、いくつかに類別することができる。第一は例に1に見られるように苦しみという非知覚的な観念が、頬骨のフルンケルを切開した傷跡に集中するといった得意な場合である。これは自己関係づけの障害が非知覚的な妄想から身体に対する関係障害へ移行する過渡的な位相にあるとみなすことができる。第2は例7に見られるような現知覚として現れる場合である。皮膚を小動物が這い回るという現象は、身体に対して実際に生理的な変化を与える幻覚に至る前の段階に位置づけることができる。第3は身体に生理的な変化を実際に与える場合で、例3や例6を挙げることができる。第4は身体についての図式あるいは身体心象の変化とみなされるものである。この場合、すべてに見られる身体図式あるいは心象の変化は平坦化とみなすことができる。この平坦化は症例がいずれも世界、考えとの相対的な関係を変容させるというポジティブな力動性を持つことができず、世界、考えとの関係をそのまま受け入れながら受け入れただけの世界との関係を心的な世界に繰り込むために、もともと持っていた身体の図式あるいは心象を再配列するために引き起こされる平坦化とみなすことができる。神経がぐるぐる動いて右側の歯全体が痛むとか、この硬くなった部分から脳内部の気体が漏れるように感じるとか、前を向くと前頭部が重くなります。寝ると後頭部が重くなりますというような身体図式の変容は、いかにも平坦で幼稚である。言い換えれば身体図式あるいは心象が立体感を失って平面にはめ込まれているように感じられている。次にさせられているとか、何かの指図でそうならされているという形の作為体験が、
妄想形成に混入しているかどうかという問題を、ここで排除することにする。ただ、自己の自己に対する関係づけの障害や妄想形成の舞台として、なぜ身体の異変が登場してくるのか、身体が登場する妄想は登場しない妄想とどこが異なっているのかを問題にすることがする。ここにはたまたまその時の条件次第でという偶然の契機しかないのかもしれない。そうだとすれば、この偶然の契機も排除することにする。後には何も残らないのだろうか。例6がたまたま精神が全部肉体になってしまったと言っているように、妄想形成が自分の身体に固着するためには、前提としてその患者があらかじめ自分の身体を思考していること、言い換えれば妄想以前に自分の身体の部位のどこかに欠如の意識を持っていたのではないかということが考えられて良いように思われる。もちろんどんな人間も自分の身体のどこかの部位に欠如の意識を持っているに違いない。にもかかわらず妄想の表出が身体に現れるためにはどこか境界がなければならないはずである。一体どんな人間がどんな条件の下で境界を越えて妄想形成とその意味付けにまで突っ走ることになるのだろうか。そして身体に欠如の意識があるにもかかわらず、ほとんど全ての人間は妄想形成に踏み込まないのはなぜだろうか。そして特定の少数の者だけが妄想を身体に表出してしまうのだろうか。ここで私たちは自己の自己に対する関係づけにおける身体の思考の強さという概念に行き当たる。この場合の強さは2つの現象形態となって現れるはずである。一つは自己の身体を自己の外に置いてしまうほどの強さということである。一つは自己の身体を自己関係づけの意識の外縁としか見なさないという意味での強さということである。この二つの要素が複合されたときに、自己を自己に関係づける障害は自己の身体に表出されると考えられる。しかしこの身体への表出がなぜ例8のように内臓が破裂したとか、心臓が右側に移ってしまったとか、脳膜がだんだん溶けてくるようなとか、例4のように上右門歯の神経がぐるぐる動いて右側の歯全体が痛むとかいうように、口頭無形な幼稚な図式として形成されるのだろうか。またもう一つは例3のように、舌の周りや舌の先に赤い斑点ができ、ついで白斑となり、猛烈に痛み、異物感がするというように、身体における実際的な変化として現れるのだろうか。これらの妄想の身体の表出を対価として総括することは思わしくない。差し当たってこれらの症例を身体についての妄想形成と、身体に表出される妄想形成とに区分けすることができる。そして総括的に身体を媒介とする妄想形成と考えることができよう。この媒介には手厚く考えられる個々の症例の側から何かが参加している。先ほど述べたようにこれらの症例はいつからかわからないとしても病的な状態になる以前から自分の身体のいずれかの部位に、あるいは全体に普通よりも重い関係を抱いていたという前提が考えられる。もう一つは自分の身体を形があり、内臓があり、また外角がありといったような強固な実在としては、把握できない心的な状態に置かれているとみなされることである。そうでなければ、心的な障害が身体的な障害に転移される契機が見出しにくい。もう一つは視覚的な了解の仕方に障害があって、この障害によれば、あらゆる視覚的な対象行動の世界は平坦で、また操り人形のような人工的な図式に陥っている。デカルトの時代だったら内臓が破裂したように感じても、心臓が右側に移ってしまったと感じても、それほど危険なものとは感じられないはずである。心的な障害がそのまま身体の障害、例えば空港内にアフター用の斑点ができたり、ジンマシンができたり、喘息用の発作が生じたりする場合については、ただ自分の身体が自己関係づけの外にあるか、あるいは自己の自己に対する関係づけの意識にとって、自己関係づけの表現という位相に身体が組閣されていれば十分である。